やめてよ、なんかそのごめんね、今日2人で来たっていうことで、そうですね、私たちの初めての12週どうですか、気持ちは。ちょっと緊張します。そうなんかなんだろう、なんかちょっと気まずいかなっていう気持ちはあるけど、でもさ、いつも会話が多いっていうよりも平和な感じの生活を送ってるじゃん、2人で。だからそれがちゃんと伝わるといいなと思ってます。そちらはどうですか？そうですね、なんだろう、ニナとそんな真剣に喋ったことがあんまないじゃん、ほぼないじゃん、だからまあ不思議な感覚かな。そうだね。始めていきましょう。始めていきましょう。お願いします。初めて会った時さ、覚えてる？そうでもニナがさ、もともとめっちゃちっちゃかったじゃん。お兄と結構木の差あったもんね。ニナは自分も高いイメージなかったから、みんなお姉ちゃんたち高いなと思って気づいたら、なんかみんなより高かったって感じだよね。よく伸びたね。ありがとう。急にお母さん目線になる。私たちの面白いエピソードっていうよりも、平和のエピソードがたくさんあるよ。確かにね。なんだろう、何かあるかな。意外とツッコミうまい。あ、本当？なんかその他の子たちといた時にはよくまゆかとかリコーニがツッコミするじゃん。だから分かんなかったけど、同じ宿舎になって、私たちの宿舎今ツッコミ担当誰もいないじゃん。だけど彩香がよく突っ込んでるところであ、意外と突っ込むんだと思って、意外と多分みんなも知らない気がするけど、イジュも結構突っ込みます、この人と思った。確かに。まあ臨機応変にね。こっちはボケ、ニナとマコちゃんがボケて、ニナと彩香が突っ込むっていう。私とニナがさ、ずっと同じ宿舎じゃん。ずっと同じ。うちら何年目一緒に住んで、もうデビュー前からオーディションの時からずっと同じじゃない？一回も離れたことなくない？確かに。確かに。一回だけある。一回だけデビュー当時に2ヶ月ぐらい離れて、だって10月から12月ぐらいまで違う宿舎にいたけど、また一緒に。しかもさ、同じ部屋もずっと一緒だったじゃん。部屋もずっと一緒ね。でもそのおかげでニナも生活リズムが良くなった。あ、本当？早く起きるのとか、昔は強かったけど、二次プロジェクト入ってあんまりそういうちょっと早起きとか苦手だったんだけど、途中で。でも彩香と同じ部屋になったからちゃんと起きれるし、なんかちゃんとまた綺麗になる自分に戻れたおかげで。何？一個思い出した。何？さ、日本にさ出国する日あったじゃん。その時にさ、私はね、夜の2時くらいにね、準備を終わらせて寝たわけだけど、その時にね、夜中の2時だよ。でそれでニーナのアラームが鳴ったのね、携帯の。でこんな時間になるわけないと思って、間違えてるんだろうなって思ってから、私はペッて消して、あ、間違えてんだな、オッケーオッケーと思って消したの。そしたら4時、その2時間後くらいに4時に出発だったじゃん。でその時にニーナが起きて寝坊して、みんなの音で起きて、そう出発の時間にね。そうで私はそのさ2時にさ起きようとしてたんでしょ。違う、知らなかったのって。後々考えたら、あの時にニナ起きようとしてたんだと思って、でだから多分私のせいで寝坊したんだよね、あなた。その時に私がニナをこうやって起こしてあげてればいけたのよ。ニナアラーム鳴ってるよってなってたら、ありがとうってなって、多分そのまま起きてやってたけど。だけど私の勝手な判断で、いやでもこの時間は違う。朝の2時に起きる人なんていないもんね、普通に。だからマジごめんと思って。あれ本当に面白かった。その後にいつかなんか1年後ぐらいに言ったよね、これがあったっていう。そうその時に私もなんかちょっと裏切られた。そう本当に気づかなかったのよ。絶対ちょっとよく考えたら私だわと思って。多いよあなた。한쪽 매력かもな。あ、本当？すごくなんかファーって見られること多いじゃん。でも結構ふわーの真逆じゃん。なんだろう、ちゃんとしてるし、なんか意外と練習とかも一番なんかなんだろう、時間が来たら最初になんかちょっとみんな意外と全部真剣に一生懸命に取り組んでるイメージがある。なんかニナはすごくめっちゃ一生懸命にちゃんとしてるし、たまになんか変に笑ってるっていうイメージがある。なんかだからそれがすごくなんか魅力的だった、みんなにとって。なんかいつ見ても頑張ってるから、あ、すごいなって思うよ。なんか本当？ありがとうございます。私は
ニナはなんていうの、心の奥底が優しい気持ちが一番持ってる気がすそうなの、あれもありがとう。る。優しい。ありがとう。そう優しいと思う本当に。なんかありがとうその人に対してうん一番優しく接してる気がする。なんかなんて言うんだろう。ありがとう言い方が難しいけど。あでも言いたいことうんわかる。いいなって思う。そういう部分がすごい素敵だなってあ思います。りがとうございます。まあ愛を表現してくださってる。あ、これハートだったの？逆に何なのこれやってるくないロッキー。本当だね。私背が高いよっていうことかと思あった。確かにまあどっちもいけるんじゃない。ね。正直にな背高いの知らなかった。なんか彩香すごく背高く感じるけど、なんでそれでもなんかうちら背高いっていうのは思ってなかったの。どういうこと最初の頃とかさうんコロナでさ他の方たちと共演することなかったじゃん。なんでいろんな人と会って、うん改めて自分って意外と背高いんだなと思った。周りいろんな人よりかもってこと、なんだろう。でもさ、自分の背高いところに気づいてない部分ない？めっちゃあるでしょ。そう頭とかめっちゃぶつける。肩もぶつけるし、なんか自分の大きさに気づいてないからめっちゃ物にぶつかる。そうニナを見てて、うん一緒だって思った。本当に。誰かがいてもうだからここにドアあるとするじゃん、普通に歩こうとするじゃん、でもなんかここでドアでぶつかっちゃう。わかる？めっちゃわかる。こういうそうもう壁でしょ。なんかこうやってガタッめっちゃわかる。しかも地味に痛いねそれだから。で車のさ入り口とかにもドアめっちゃぶつけるし。絶対毎回頭ぶつ、もうちょうどドアないでしょと思ってもなんかあんねん。ね、だからちょっと見てて面白かった。ニナを見てて、なんかたまに彩香もそういうのある私もそんな感じ。時わかると思っていつも見てる。そう。なんかもちろんそのなんかいろいろ大変なこともあると思うけど、背高くてよかったところ。私はなんか背高い人なりのことができる。なんていうの？なんか物を高いものを取ってあげたりとか、そういう時にかっこいいじゃん。かっこいいかっこいい。この前もそうだったよね。なんか取ってあげてかっこいいってなってたよね。そうだからまあそういう面ではねすごいいいよね。あとそう写りがいい。写りがいい。あ確かに。洋服とかもいろんなものそうそうそうそ着れるう。ニンナがいいと思ったの何個かあるんだけど、そのセルカも撮る時もさ、うちら結構ちゃんとみんな入るじゃん、9人とも。それもめっちゃなんか勝手に自信じゃないけどなんかちょっとそれでなんかみんないつもはいどっちかみたいな感じになるじゃん、もうその感じがいいし、あとあれ音楽番組とかに行くじゃん、で9人いる時に背高いとなんか勝手に守ってる気がなんかするの、なんかボディーガードみたいななんだろう勝手に自分が背高いから何かなんかたとえ誰かが近寄ろうとしても絶対スパって大きいから守れる気がして、なんかすごくその外歩いてても例え道路なんか外に歩いてたら、スパってなんか車来そうだったらスパって動かせるじゃん背高い人だったら、だからそれがすごくなんか守ってあげれるのがいいなと思ったメンバーを。確かうちらのダンスだったら絶対これ膝曲げて手も曲げるチェリアンチャッケーチュンチョね、思ったことなかったけどパラダイスの、パフォーマンス動画この前出たじゃん、それ見て自分って本当に膝曲げてるんだなと思った、だってみんなこれぐらい曲げてるじゃん、結構うちら曲げてたあれびっくりした。あとあれポーズあるじゃんうちらあんで行こう。確かに。ちなみに私はステベラステップの待機。あそれいいね。ステップのステップの待機ポーズめっちゃいい。いつもまこちゃんの後ろで私たちはしゃがんでます。頭までねちょっと若干こうやっていつもこんな感じステステの前休暇あんじゃん。休暇の時に、私はニナがさ1日早くアメリカから帰ってきてさ、日本の宿舎に一人で行ったじゃん、でその時は私は家にいたけどニナ大丈夫かなとは思った一人でなんか先に帰るのって結構さ辛いじゃん、しかも宿舎に一人じゃん、だからすごい一人で寂しくないかなってちょっと思ってた。嬉しいさ考えてくれてたのね嬉しいわ。でも行動には移さないそう
だねこの人そう思うだけなんだよ考えてるんだけど、でもそれも伝わってくるね、本当なんか帰ってきた時に寂しくなかったが最初に出てくる言葉だから、あ思ったんだって思うとすごく嬉しいな。嬉しい。そう言えないんだよ。ありがとうね。でもすごい結構思ってる。思ってるだろうなと思った。ニナはすごくいや結構彩香思い出すこと多いんだよね。なんかいろいろ食べ物見る時もそうだし、あこれ彩香好きそうだなとか思うのもあるし、服とか物とか結構出てくる。なんだろう、あこれ彩香絶対好きだわとか、あ彩香もこれやってたとか、多分ニナのママに聞けば多分同じこと言うと思う。結構なんかやりながら、あこれ彩香やってたとか、これが作ってたとかあるし、あと散歩もめっちゃあ彩香ここ絶対好きだろうなと思って、なんか勝手に思ってる。散歩好きじゃん。嬉しい。めっちゃ冷静じゃん、だからみんながステージ前とかに去年とか、韓国の活動を初めてやってみたじゃん、そのプサンでの、あれチュだったりとかいろいろやらせていただいたけど、その時にたとえ緊張してても出さないじゃん。それはなんだろう、なんかすごく大丈夫緊張するねみたいな感じ、このなんか冷静になってるのがすごく安心するにな、すごくそれがうちらのグループにあっていいなと思った。なんかなんだろう、冷静でいるのが、うちらにも大丈夫だよっていうのをちょっと20全員に与えてる気がする。結構ありがとうございます。いいと思う。超恥ずかしいね。なんか言うのはダメかもしれない。この心では思ってるけど、まあそれで通じ合ってるって感じだから私たちだからさ、公園で場で言うってなるとなんか言葉にも出ないし。でもニナもすごい私の気持ち分かってるんだろうなって思うからすごい安心する。私がこういう行動を取ったとしても大丈夫かなっていう心配してる顔とかすごい伝わるじゃん。こんなことしてたら楽しいんだろうなみたいなさ、笑顔で見てくれたりとかさ、見守ってくれてるのがすごい伝わる。ほんまに、でなんか実はこうだったんだよねって言ったら、やっぱりそう思ってたでしょっていうことが多いじゃん。だから通じ合ってるなみたいな、なんかそういうなんかここら辺で安心できてる存在、でもニナも思ってなんか多分その言わない関係だけど、通じ合ってるのが伝わってたら大丈夫かなと思って、なんか考えてくれてるんだなとかも伝わってるから、お互いもそれを分かってたなら大丈夫かなと思って、このまま2人の平和な関係が続けばいいと思う。やばいね、多分今超赤いと思う。赤いよね。耳赤い。恥ずかしいもん。こんな彩香のことは中で考えて見守るのが一番なのね。何もされてそうなんでしょ。ニナに対して何もだから聞かなくても大丈夫なその関係の方が、そうなんだな。分かったすごく新しい感じの雰囲気だと思う。うちらも初めてだし、うちらも初めてだと思うから。確かに。まあね、多分一度に一回のこの経験をまあ楽しめたらよかっただね。ではありがとうございました。気をつけて帰ってください。どうもありがとう。じゃあね。またね。バイバイ。